2014年劇場で公開され、ハードボイルドかつ危険なテイストが大きな反響を呼んだルパンザサード次元大介の墓標。俺とお前はあくまでビジネス上のパートナーだ。孤高のガンマン次元大介が若き日のルパンと相棒になっていく姿を描いたルパン三世次元大介の墓標。そしてルパンザサードシリーズ第2弾がついに登場。火煙の石川五右衛門。ここで何をしている？お主の目的は何だ？雇い主を守りきれなかった若き五右衛門。敵として敵を追うが相手は不死身の殺し屋だった。体も誇りもボロボロに打ち砕かれてしまった五右衛門がバカもバカ、大バカ野郎だな。その果てに掴んだものとは。これ以上はやめない。あいつに何が見えたってんだ。やってほしいなと思っていた人もいっぱいいると思うんですよね。そのこびないルパンっていうかポピュラーじゃない、でも絶対にテレビではできないようなルパンでいいという人が、大勢いらっしゃったっていうことで、僕もグッときたんですけども、その五右衛門を通して男じゃないですけどやっぱ憧れる部分っていうのはすごくこう力強いメッセージとして今回放ってると思うんで。監督はパーティーセブンのオープニングアニメーションや映画レッドラインで世界中を熱狂させた小池武史。次元の時の、反応感想で五右衛門が見たいっていうような、意見が多かったっていうところと、やっぱりこういう男っていいなっていうふうに思って作った部分があるので、自分でも憧れるような感じのキャラクターとして認識してます。はい、剣士石川五右衛門。その魅力を監督そして豪華声優陣が語る。出せる指揮者。石川五右衛門という男、それは一体何者なのか。組長の仇取らせてもらう。いいな、断じてそのような事実はござらん。ひたすらやはり剣術の高みを目指すために生きているような、男で、その技術をどうやって活かせるのか、活かせる場所はどこなのかっていうことを求めながら、生きている男かなっていうふうに思います。もともと持っている、日本の何か日本人としてのこう粋みたいな心意気みたいな核みたいなものを石川五右衛門は多分それの塊なんではないかと。ルパンも泥棒で悪いやつで、次元も、ある意味人殺しなわけで、五右衛門もそういう意味ではいいやつではない。でも根っこが何かいいやつなんだと。日本人として正しいことしかやらないみたいなところを、やっぱり存在的にあるのかなと思いますね。まずはストイックで寡黙で強いっていうのがあると思いますが、今回に関しては五右衛門の弱い部分、そして未熟な部分が、かなりクローズアップされているというところなので、若かりし頃の五右衛門っていうのが今回のテーマにもなってまして、それが皆さんがイメージする五右衛門にどのようになっていくかっていうのが、今回の映画の見どころでもありますし、僕が思う今回の五右衛門かなっていうのはあります。もう剣しかないんですよね、この人は。もう正義か悪か自分でも分からなくなっているような葛藤って絶対持ってると思うんですよね。ですから作品を通してもヒーローにはしてないんですよ。そんな石川五右衛門を本作ではどのように描いたのか。親父は死んだ。なのに貴様はなぜ生きている？こいつは深刻だな。感情ですね、感情の変化を、いろいろ出してあげると深みが出るんじゃないかっていうところから、すごく落ち着いてるキャラクターじゃないですか。ですのでその
皆さんが知ってる五右衛門になるまでの過程っていうのを描くのは結構面白いんじゃないかなっていう風な部分もあったし、描かれてない部分でもあるので、挑戦してみたい部分の今回の大きな要素でもあったっていう。動きがやっぱり、映画ということもありまして、かなりこだわった動きになっていて、圧倒的なパワーに対してどう立ち向かってどう対処していくのかっていうのはすごく本を読んでても気になるところでしたし、五右衛門がまず負けるっていうちょっとショックはあったんですけども、個人的に若かりし五右衛門を作ろうと。負けて崩れていく何か心の脆さみたいなものとかで、そこから立ち直って現在の五右衛門になっていく、ここがスタートだったんだな。ルパンはルパンとしてその五右衛門を見ているだけなので、見守るだけなので、今回は手助けというと何もしないことなのかなと。何もしない手助けの仕方って難しいなという気がしましたね。小池監督は五右衛門をまとう衣類、道具一つ一つにこだわりがあるという。もちろん五右衛門が持つ斬鉄剣にも、剣術なんで、なんていうか抜くまでの凄さっていうのを表現したいっていうのがあったんで、かなり緊張感が出るように、隙がないような雰囲気っていうような佇まいを、ですね、頭に置いて五右衛門の所作っていうものを、気をつけて作ったつもりでいます。やっぱり剣のことが詳しく入っている本を見たり、組み立て方とか、刃文の入り方とか、なるべくリアルな感じを求めながら作ってます。抜いたらもうやばいっていうような五右衛門というキャラクターなんで、その抜くまでと抜いた後の、温度差っていうか、抜くまでの緊張感っていうのをすごく大事に作ってます。腕、構え、佇まい、全てに意味と重みが詰まっている。そして石川五右衛門の演じ方とは。答えぬのなら切られても依存はないな。覚悟いたせ。普通のそのポピュラーなルパンとは全く違う、かけ離れたところのルパンで、しかも今回は浪川大輔という人がね、本当にある意味石川五右衛門になる日が来たなっていう、そういう気持ちでしたね。多分弱かったり、情けなかったりする。もともと皆さんご存知のね、五右衛門はいろんな、形があるけど、その女に弱いとか、純朴すぎてダメだとか、そういう弱さもあるんですけど、今回の心の本当の弱さをこう出す芝居とかね、浪川君が全力で頑張ったと思いますけど、だからそれを見てほしいなと。今までのその五右衛門っていうのは、皆様の見てくれてた、応援してくれてた、支えてくれてた方々のそのイメージっていうのを大切に演じてたんですけども、今回に関してはその内面のところ、いわゆるその揺れの部分であったりとか、五右衛門って絶対揺れない。でも今回に関してはその言葉一つ一つをとっても、このにじみ出るような揺れ、あからさまな揺れではないんですけども、悩みであったり苦悩であったりとかっていうのが、結構こだわったなって思っていただけるようなお芝居は心がけたつもりなので、ぜひその一言一言、決してペラペラ喋る方ではないんですけども、今回の五右衛門もその一言一言にどういう覚悟を持って喋ってるのかなっていうのは、ぜひ注目していただきたいところです。助けるつもりなど毛頭ない。ならば殺す気で来い。かたじけない。俺に構うな。
特に今回は見ていただいたら強烈な五右衛門ですから、なんかこう言葉は変ですけど、おどろおどろしさまで感じる。剣って怖いとかね、なんかその震えを感じるような作品ですね。やっぱり敗北感とか、あと悔しいとか、どうしても譲れないとかいう人間らしい部分っていうのは五右衛門にもあると思うんですね。こんなに弱い五右衛門、こんなにやられる五右衛門っていうのは初めて皆様が目にするのかなっていうのは、すごくどういう感想を持たれるか気になるところではありますね。こう途中までこれどう着地させるんだろうっていうのはすごい気になると思うんですけども、しっかりと着地させて皆さんのイメージに近づいた五右衛門に成長してると思うんで、ぜひそこは見ていただきたいなっていう。でただ、貴族って言われるだけのルパンではなく、その裏社会の悪の生き様っていうのを、丁寧に描いていければいいかなっていうふうに思ってます。見どころはやはり五右衛門の、海岸ですかね。ある種、自分が求めている高みに達成するっていうところのカタリシスっていうのが、もうぜひいろんなお客さんに見てもらいたいなと思ってます。ルパンザサード、血煙の石川五右衛門。